皆様こんにちは、セリナです。2022年もたくさんの方にご視聴いただき本当にありがとうございました。今回の動画で2022年のご紹介は最後となりますので、2022年私が特に買ってよかったなと感じたコスメをご紹介していきます。今年発売された新作や限定アイテムはもちろん、新作アイテムではないけれども私が今年購入してよかったなと感じた定番アイテムや、スキンケアやヘアケアやネイルなど動画内ではご紹介していなかったアイテムも一緒に振り返っていきたいと思います。特にメイクアイテムは動画内で何度か仕上がりや実際の使用感などもご紹介していますので、こちらはそれぞれの詳細動画を概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひ詳細動画も合わせてチェックしてみてください。それでは早速始めていきます。まずはスキンケアです。スキンケアはよくコメント欄でご質問いただくことも多いので、ご存知の方も多いと思いますが、今年の春頃からイトリンのスキンケアを使い始めて、すごく相性がいいなと感じたので、何度かリピートして使っています。特にクレンジングやゴマージュなどの落とすスキンケアを気に入っていて、その中でも特に買ってよかったなと感じたのがこちら、エレメンタリーフェイシャルクリアソリッドソープです。実際はこんな形の固形石鹸ですが、カウンターの BA さんに天然成分がたくさん含まれているので、なるべく新鮮に使うために少量ずつに切って使っていくのがおすすめと教えていただいたので、私はこんな感じで小さく切ったものを密閉容器に保管して使っています。最初はそのままの大きさで使っていましたが、どんどん香りが飛んでいくのが気になるなと思って切って使うようにしたら、新鮮さを感じたので切って使っていくのがおすすめです。最近薬事表現が厳しくなっているので、あまり効能効果についてお伝えすることができないのですが、この石鹸のいいところは使うたびに肌のキメが整うのを感じるところです。もともと肌トラブルが起きやすいタイプなので、特に額にニキビができることが多くて、何度か肌荒れを繰り返すうちに肌のキメの乱れが気になっていましたが、イトリンのスキンケアを使ってから肌のキメの乱れが気になりにくくなったなぁと感じて、特にこのソープは最初に使った時からすごくいいなぁと感じました。イトリンのスキンケアはエイジングはもちろん様々な肌質のタイプの方にも使いやすいアイテムだと思うので、お悩み別というよりは肌の根本を見直したいという方にぜひチェックしていただきたいスキンケアアイテムです。続いてこちら、クレドポーボーテのコレクチュールエサンシエル N です。こちらは化粧水を塗った後の肌にコットンに出して拭き取るタイプの少し珍しい美容液で、高保湿で乾燥対策タイプというわけではないですが、ブランドの紹介文に滑らかなラディアンスマット肌に導いてくれる美容液と書いてあって、美容液でラディアンスマット肌ってどんな感じなんだろうと気になって使い始めました。こちらも先ほどのイトリンのソープと同様、肌のキメを滑らかにして毛穴を目立ちにくくさせてくれて、本当に使い続けると肌のキメが整うからか、毛穴カバーのバープライマーを塗った時のようなラディアンスマット肌に近づいたなぁと感じました。ファンデーションやベースメイクのレビューをさせていただくことも多いので、なるべく毛穴やキメの乱れは抑えておきたいので、とてもいいアイテムだなと思いました。続いてご紹介していくのがこちら、イトリンのエレメンタリーヘアトリートメントオイルです。今年はイトリンのスキンケアをたくさん使用したので、最初はサンプルでこちらのヘアオイルをいただいて使ってみたのですが、私はもともと毛量が多くて髪の毛もとても乾燥しているので、スタイリング用としてヘアオイルを使用してもすぐにオイルが髪に吸収されてしまって、オイルのツヤ感や束感が出ないのが悩みだったのですが、いろいろなオイルを試しましたが、このイトリンのヘアオイルはつけたてはもちろん長時間経っても髪が乾燥してくる感じがしなくて、ちゃんと髪の表面をオイルでコーティングしてくれて、カールも滑らかに綺麗に保ってくれて、すごくいいなぁと感じたアイテムです。かなりお値段が高いところがネックですが、
少量で使えるのと、意外とカールキープ力もあって、頭皮ケアもできるアイテムなので、なかなかいいヘアオイルに出会えないという方はぜひチェックしてみてください。やはり髪も顔に触れることが多いので、こういった優しい成分のアイテムのものだと安心ですよね。続いてはこちら。サンタマリアノベッラの除菌リフレッシュナーです。こちらはマスクスプレーとして使用しています。サンタマリアノベッラは香水が有名なブランドなので、皆さんもご存知かと思いますが、私はフレグランスがあまり得意ではないので、最近は使用していないですが、デザインがすごく可愛くて好みなので、店頭に行くとフレグランスの他にもこのようなマスクスプレーやルームスプレーなどいろいろ販売していて、こちらがマスクのリフレッシュにすごく人気ということで購入してみました。マスクの外側にこんな感じでかけて、少し飛ばしてからつけると、きつくない柔らかいミントの香りがマスクの中に広がって、とても快適に過ごせます。特に梅雨などのジメジメした季節にマスクの中も不快感なく過ごせたので、このアイテムもとてもお気に入りでした。ボトルのデザインもすごく可愛いですよね。店頭では男性の方にも人気とのことだったので、ギフトに送ったりするのにもぴったりですよね。続いてはネイルです。RMK のネイルラッカー02番ピンクヒューとジルスチュアートビューティーのフレグラントネイルラッカー06番です。ネイルはもともとこういったヌーディーカラーが好きで、最近は特にベースメイクやファンデーションのレビューをさせていただくことも多いので、そういった際もあまり邪魔をしないようなヌーディーなカラーが欲しいなと思って購入した2色です。RMK はこんな感じで、今しっかりと2度塗りしていますが、見たままのような少しだけくすみ感と青みも感じるようなピンクが手も綺麗に見せてくれます。このカラーは動画内で塗っているとコメント欄でたくさんご質問いただいて、2022年の中では一番多くコメントをいただいたカラーでした。続いてジルスチュアートも結構 RMK と似ていますが、ジルスチュアートの方がさらに深みがあってくすみ感の強いピンクです。秋冬の深みのあるメイクにも負けないようなピンクカラーがすごく可愛くてお気に入りです。比べてみるとこんな感じで、質感としては RMK の方が高度が高いようなパキッとした質感に仕上がって、ジルスチュアートの方が薄めのジェルのような膜感がある仕上がりです。どちらも色持ちが良くて剥げたり欠けたりしにくいタイプなので、セルフネイル派の方にもおすすめです。私はこの上にアディクションのトップコートを重ねて使っています。はい、ここからはコスメアイテムをご紹介していきたいと思います。まずは下地です。こちら。クレドポーボーテのボワールルミヌとユーサンローランボーテのピュアショット UV50 です。特にピュアショット UV は動画内で何度も名前を挙げているのでご存知の方も多いと思いますが、今年ご紹介した下地の中で一番崩れや毛穴の開きが気になりにくかった下地です。テクスチャーはこんな感じでかなりみずみずしくて、崩れにくいだけでなく程よい保湿感があるので乾燥してしまう感じもしないのと、 SPF50 プラスの PA4 プラスも入っていて、一つで日焼け止め効果や崩れにくさ、保湿感など下地に欲しい効果が全て詰まっているアイテムです。カラーも特についていないので、ファンデーションの仕上がりを邪魔しないところもお気に入りポイントです。続いてクレドポーボーテのボワールルミヌは、とにかく光を反射したようなツヤがすごく綺麗で、自然なトーンアップ効果を叶えてくれます。仕上がりが綺麗なのはもちろん、こちらも程よい保湿感と重くないテクスチャーが季節問わず使いやすい下地です。この他にもいい下地はたくさんありましたが、振り返ってみると特にこの2つが大活躍した1年でした。続いてファンデーションです。今年はたくさんのファンデーションをご紹介したので本当に悩みましたが、3つに絞りました。こちら、イヴ・サンローランボーテのオーラワーズリキッドと
トム・フォード・ビューティーのシェード&イルミネートファンデーションソフトラディアンスクッションコンパクト。そしてこちらは2022年の下半期マイベストコスメにも選んだスックグロークリームコンパクトです。まずオーラーワズリキッドは今年の上半期に発売されたアイテムですが、とにかくこのファンデーションが大好きで、いろいろな動画でご紹介しているので、ご存知の方も多いアイテムかなと思います。先ほどご紹介したイヴ・サンローランボーテのピアショット UV と同様、皮脂や汗崩れに強いのはもちろん、こちらも毛穴の開きが気になりにくいファンデーションで、今年は崩れに強いファンデーション継承なども何度か動画でご紹介しましたが、毛穴の開きまで防いでくれるファンデーションはイヴ・サンローランボーテが一番だったなと思います。こんな感じでファンデーションだけでもしっかりとカバーしてくれるのに、素肌のような自然な仕上がりなところも綺麗ですよね。続いてトム・フォードのクッションファンデーションは発売されたのは今年ではないですが、トム・フォードの価格改定の際に購入したアイテムで、発光感のあるツヤ肌を叶えてくれます。こんな感じでカバー力も高くて、ハイライトなしでも綺麗なツヤを出してくれます。最近ツヤのクッションファンデーションはどちらかというとプチプラコスメや韓国コスメが人気ですが、このツヤ感と仕上がりの綺麗さはさすがトム・フォードと感じたアイテムです。そしてこちらスックのグロークリームコンパクトはなんといってもむき卵のようなつるんとしたツヤがとても綺麗です。固形のクリームタイプのファンデーションがセットされていて、オイルっぽさも感じるようなつるんと感が綺麗です。このファンデーションを使っていると、すごく綺麗なファンデーションですねと言っていただくことが多いので、ツヤ肌に仕上げたい時によく使用しています。続いてのアイテムはこちら。シャネルのエクラルネイルオーローズです。こちらは今年のホリデーコレクションで発売された限定アイテムです。限定アイテムだったので、2022年の下半期マイベストコスメには入れませんでしたが、本当にお気に入りのアイテムで、こんな感じの柔らかい温かみのあるカラーが肌全体に薄くのせると、ハイライトやシェーディングやチークがなくても顔に立体感を出してくれるところと、柔らかい女性らしい血色感を出してくれるところがとても綺麗です。こうして見ると意外と発色も濃いし、どんな感じで使おうかなと悩まれる方も多いと思いますが、ブラシにとって顔全体に薄く磨くようにつけるととっても綺麗なので、お持ちの方にはぜひこの方法も試していただきたいアイテムです。この絶妙なカラーとツヤはなかなかないので、このパウダーは本当に購入してよかったなと感じました。続いてはこちら。MAC のエアベセンスエクストラディメンションフェイスコンパクトディープのカラーです。こちらも今年のホリデーコレクションとして発売されたフェイスパレットです。初めて使った時からとにかくカラーと質感が可愛くてものすごくお気に入りのアイテムです。それぞれハイライト、チーク、シェーディングとなっていますが、アイシャドウとして目元にも使えるタイプで、私は目元にアイシャドウとして使うのがお気に入りです。続いてこちら。ボビー・ブラウンのハイライティングパウダー35番のクォーツグローです。今年ボビー・ブラウンのハイライティングパウダーに新色として追加で販売されたカラーで、最初に動画でご紹介した時は限定の復刻色として発売されたピーチグローがものすごく可愛いなと思っていましたが、何度か使用するにつれてこのクォーツグローのカラーは肌なじみが良くて他のメイクを邪魔しないのに、パールの発光感とツヤが楽しめるところがすごく使いやすくて、最近はよく使っています。アイシャドウやチークのカラーを際立たせたいけど、しっかりとハイライトのツヤ感が欲しいという時に大活躍してくれます。続いてはこちら。RMK のコンディショニングフィックスミストです。夏のメイク崩れ防止アイテムとしてフィックスミストの比較動画でご紹介したアイテムで、数々のフィックスミストの中でもメイクキープ力はもちろん、マスクの中の毛穴の開きが気にならなかったところがすごいなぁと感じたアイテムでした。マスクをしたまま汗をかいたり皮脂が出て蒸れてしまっていても
マスクを外した時に全然毛穴の開きが気にならなくて、たくさん買い物をして汗もかいて少しメイク崩れが気になるかなという状態でカウンターに行った時にも BA さんにメイクが全然崩れてないけど何か使っているんですかと聞かれたくらいメイクキープ力が高いアイテムです。絶対に崩したくないという方にぜひチェックしていただきたいです。続いてこちら、クラランスのラッシュ&ブローダブルフィックスマスカラです。マスカラについてもご質問いただくことが多くて、一度愛用アイテムを動画でご紹介させていただいたことがありますが、ずっとこちらのクラランスのダブルフィックスマスカラを使っていましたが、視聴者様にコメント欄でリニューアルしていると教えていただいて、現在はリニューアル後のこちらを使っています。こちらはマスカラのトップコートで、私はすぐに目の下にマスカラが滲んでしまうのが悩みなので、必ずトップコートを使っていますが、ある時にこちらをマスカラベースとして使ってみたら、よりセパレート感が綺麗に出て、さらに目の下の滲みも防止してくれたので、私はこのマスカラコートをマスカラベースとして使用しています。店頭でリニューアル前とリニューアル後の違いをお伺いしたところ、成分はそこまで変わりがなくて、こんな感じでブラシが大幅に変わったので、より塗りやすくなったとのことでしたが、個人的には使ってみた感じ、リニューアル前の方がまつげをしっかりとコーティングしてセパレート感が強い仕上がりで、リニューアル後の方が柔らかく束感が出るような違いを感じました。リニューアル後の方がまつげが固まってしまう感じが気になりにくいので、さらに使いやすくなったなと感じます。続いてはこちら、シャネルのレキャトルオンブルツイード01番のツイードキュイブレです。シャネルのツイードアイシャドウは今年一番話題になったコスメと言ってもいいくらい発売前から大注目でしたよね。まず見た目が可愛いのはもちろんですが、私はこの01番のゴールドのラメカラーが本当に好きで、シャネルのアイシャドウには珍しい大粒のラメを楽しむことができます。発色も濃く、個人的にも大好きなブラウン系とゴールド系のパレットだったので、こちらは今年ご紹介したアイシャドウの中でも本当に一番のお気に入りでした。続いてこちら、シャネルのリップ&チークボームヌメロ&シャネル3番のバイタルベージュです。今年の1月に発売されたシャネルのヌメロシリーズで、こちらはリップにもチークにも使用できるアイテムですが、チークに塗ってもこんな感じのツヤが綺麗で、リップに塗るとこの絶妙なつるんと感がすごく可愛いです。特にこの3番のバイタルベージュのカラーが程よい赤みもあるベージュカラーで、どんなアイシャドウにも合わせやすくて大活躍してくれました。シャネルらしい上品さが残るカラーがとても可愛いです。そして最後はこちら、MAC のベルベットテディーズパーティークルーボールドです。こちらも今年のクリスマスコフレとして発売されたアイテムで、数あるクリスマスコフレの中でも発売前から一番楽しみにしていたアイテムでした。まずこのパッケージがものすごく可愛いのと、中にはヌーディーベージュのカラーのリップが6本セットされていて、もともとヌーディーカラーのリップも好きなのと、同じ名前のカラーが質感違いで楽しめるというところがアーティストブランドっぽくてとてもいいなと思ったアイテムです。飾っているだけでもとても可愛くてテンションが上がります。はい、ではこんな感じで2022年買ってよかったアイテムをご紹介していきました。今回のメイクは、下地はイヴ・サンローラン・ボーテのピアショット UV、ファンデーションはトム・フォード・ビューティーのシェード&イルミネートファンデーションソフトラディアンスクッションコンパクト。フェイスパウダーを塗った上にシャネルのエクラルネイルオーローズを全体に薄くブラシで塗って、MAC のエアベセンスエクストラディメンションフェイスコンパクトのディープのシェーディングのカラーをシェーディングに使って、ハイライトはボビー・ブラウンのハイライティングパウダー35番クォーツグロー。アイシャドウはシャネルのレケトロンブルツイードの01番ツイードキュイブレ。チークとリップはシャネルのリップ&チークボームヌメラ&シャネルの3番バイタルベージュ。
そして最後に RMK のコンディショニングフィックスミストを使ってメイクしています。仕上がりはこんな感じです。もともとシャネルのコスメは好きですが、今年は特にシャネルに好みのアイテムが多かったなという印象でした。そしてベースメイクは特にイヴ・サンローラン・ボーテが崩れに強くて使いやすかったなと感じました。皆様からのコメントでコスメの情報を知れたり、いろいろお話ができてとても楽しい一年でした。2023年もまたたくさんのコスメをご紹介していきたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までありがとうございました。